皆さんこんばんは。西園寺淳と申します。さて7年前に整数問題をこの私の本の整数問題辞典の中からやや難しい問題を選んで YouTube にアップしていましたが、今回はですね、高度な問題はやめまして、高校数学の初歩から始めることにいたします。で今回の内容は7年前と同様にですね、この整数問題に書かれている中から講義することにいたします。教科書レベルがこの本には書いてあるのと思われる方がいるかもしれませんが、なんせこの整数問題辞典はですね、東大、京大、阪大、東工大の問題はもちろんでありますが、数学オリンピックまでですねの問題まで全てを網羅した参考書であり、また問題集でもあります。もしよろしければこの本を買って購読を視聴していただければ、より分かりやすくなると思います。手前味噌の宣伝をしてしまいました。申し訳ません。どうも失礼しました。これから先行う講義は整数問題の解き方や、どう考えればいいかを中心に、やっていこうと思っております。では早速始めることにいたします。まず因数分解から始めることにします。これを因数分解は整数問題の解く上でですね、重要な指標であります。整数問題に因数分解が関係するのと、思われる方がいるかもしれません。例えばですね、そこでこの2つ変数があってですね a と x、 そして、この問題はですね、1つの式しかありません。で普通だったらですね、解けないわけですね。解が無数に出てきますから、実数であればですね、解けません。ところがですね、整数解であればですね、これが解けるということになります。でその重要性をここでちょっと説明してみましょう。ちょっと解いてみますね。これはですね ax と 5a、A がここで共通でくくれますので、ここでくくってみます。a は x-5 とそうしますと、この 2x のこれを移項しますとプラス9とこうなりますね。でここでこの項が、共通因数を持つようにここを強引に作るわけです。そうしますと a は x-5 のここを2でくくって x-5 とわざと作ります。こうでとそうしますと、これとこれをかけますと10です。プラス10ですから1つ多いわけですから、これと比べてこれと一緒にならんといかんわけですから、これが、マイナス1を引いてやればよろしいと。そうしますとここで共通項が出ますから、ここでくくってやれば、こういうふうになってこれが1とこうやってできるわけですね。そうしますとこれが1であり、これが1であれば 1×1 で1ですね。マイナス1であればこっちもマイナス1であればマイナス 1× マイナス1で1になりますから、これがその答えということになるわけですね。でプラスマイナスと書いておきますと a マイナス2はプラスマイナス1と。でこれが複合同順ということになります。でつまり、どういうことかというと、こうプラス1の時プラス1ですよと、マイナス1の時はマイナス1ですよという意味です。でそれでこれを解きますと x イコールプラマイ1のマイナス 5、a はプラマイ1のプラス2とこうなりますから、これ失礼します、プラス5ですね。でそうしますとこれは6と4と、それからこれは3と
1ということになりますから、答えはですね、x はx からしましょうか。x と a はつまり6と3または4と1と、こうやって答えがピシッと出てくるわけですね。これで、お分かりと思いますが、因数分解がですねいかに重要な手法であるかと、整数問題を解くにはですね、いうことが分かりますよね。ではその重要なですね因数分解を、解くですね、仕方の、指針について、今回と、次回の2回に分けて講義することにいたします。なぜかと、なぜ2回するの ?1 回でやれるのとかいうことを言われる方があるかもしれませんが、それはですね、YouTube は1回の録画時間がですね15分、大体15分以内と決まっております。で、丁寧に分かりやすく説明していたらですね時間がすぐオーバーしてしまうんです。それで2回分けてですねできるだけ分かりやすく講義したいと思っております。よろしくお願いします。さて本題に入ります。まず因数分解をしなければならない問題に出くわしますとですね、まず鉄則1としましてですね、乗法公式、ですね、ここにありますが、これだけあるわけです。でこれをですね全部覚えるっていうの、それはそれが一番、例えば、試験のですね時間を節約できるからさっと書けるわけ作れるわけですから、それは得は得ですけれど全部覚えないかんというわけでもないんです。実はですねそれはですねこれから講義します、鉄則を今から言っていきますが、この鉄則に従っていけばですね必ずこうやって導き出せるんですね。だから必ず覚えないといけないというわけではありませんということなんですね。しかしですねここに赤字で書きましたこの3乗の公式とか、ここですね、3乗の公式とかですねこれは覚えておいてくださいということになるわけです。でここの乗法公式 A は、中学校の内容ですね。でここから高校の内容になっておりますということです。で鉄則1でですねこの乗法公式でできない場合はまずそれからまた鉄則はあるわけです。でその鉄則2としましてですね共通因数でくくれと、先ほどもちょっと出しましたようにですね共通因数でくくっていきます。例えば簡単なのでいきますと MA プラス MB と、こういうやつですね。でそうしますと共通因数がありますから M でくくって A プラス B とこうやればいいということですね。でこういうのがある。で、一次の場合ですね、最低次数が一次の場合は、必ず共通因数があるということです。それは因数分解をしなさいという問題に対してこの最低次数が一次の時にはですね、絶対くくれるということになるわけですね。もしくくれなかったらもうそれは因数分解できないということになりますからもう問題にならないということになるわけです。でもしこの共通因数がないような、二次ですね二次の場合はどうなるのかと言いますと二次のですね参考3つの形ですね、その場合はですね次の解き方があるということになります。4通りのやり方があるんです。二次参考の参考式の場合はですね、それは、次のようなものです。
まず1番、二次方程式の解の公式の利用ということです。でこれはですね、これはこれを因数分解せよという問題ですね。でそれをイコール0としまして解の公式を出して、でそこでx イコールこの解ですね、解をアルファとしますと、こういうふうにその解をここに入れてやればよろしいということで因数分解ができるということです。でこれがこれはですね、2次の場合はですね、これは必ずできるということですね。もうこれになったら必ずできると。因数分解はですね、因数分解しろという問題であればですよ。で、これはオールマイティということになるわけですね。強力なオールマイティの解項ということになります。で、それから次に平方完成を利用しなさいということですね。で、ちょっとこの形、やっぱりこう出てきますから、これはですね、この例で分かりやすい例でやりますと x 次乗プラス 4x プラス3ということはここだけをまず見るわけですね。でここで平方にします。これ完成平方ということですから、こうしてやればここまでは出ます。で4になりますから、ここは3ですから、これをまず4を引いて、これをそのまま、ちょっと下ろしておきますね。そうしますと x プラス2の2乗マイナス1とこうなりまして、これはですね a 次乗マイナス1の形ですから a-1 の a 足す1とこの形に因数分解できますから、それを用いますと x プラス2のマイナス1と x プラス2のプラス1と、であとこれを計算してプラス1と x プラス3と、これで因数分解ができるという、これを因数分解せよと言ったらこれでできるという、例ですね。それから3番目のたすき掛け、これはもうよくご存知だと思いますが、ここの係数 x 次乗の係数を a、b とこう置きまして、でこっちを c、d と置いてこれをたすき掛けします。そうしますと a と d ですから、ここは a、d と、ここが b、c とこうなって、これをそれぞれ足すということになるわけです。そうするとこれが BC プラスこっちから書いてある AD プラス BC ということで、それがちょうどここの中の係数で合うということで、これ結局これが、AX プラスこれはこう取りますから、C と、BX プラス D とこういうふうにしてやればこれが因数分解ができるということになるわけです。そういうやり方ということになるわけですね。次がですね、4番目が因数定理ということです。これもですね、次回説明したいと思っているんですが、簡単に言いますとですね、まず、これを因数分解せよという問題が出たら、これを fx とします。そして fx がここに適当に数字を入れていって、解をですね入れていってイコール0、つまり解になったら、それがですね、これをアルファを入れてこれがうまく0になったとすると、それを、先ほど言いましたように x アルファ、そしてまたベータを入れて なればベータとこうやれば、この形でこれは因数分解できるという、こういう因数定理ということになるわけです。もしですね、これでもできない場合、もうこれは、2次の3項式の場合だけですからですね。で今度は、3次以上で項次式になった場合は、どうしましょうかということですね。でそうしますと、この場合がですね、3次式の項次式の場合で鉄則4としましてですね、共通項を一塊にするという、置換法ですね。これは x2 が全部こうあります、項としてですね。でそれを例えばa としますと x-2 を a と置くと、こういうふうに解いていくと。そうすると a3 乗プラス 3a 次乗プラス 3a プラス1となって、これは先ほど乗法
公式がありましたですね。3乗の公式だからまあちょっと覚えておった方がいいですよということですよね。でこうやってスッと出てくる。あとはこれを元に戻せばいいということですから、これは、x-2 を置いたわけですから x-2、の3乗プラス1こうですね。で、これは x-1 の3乗ということになるわけです。でこれを戻してやってうまくいくということでこれで、まあこれの因数分解はさっとできるということになるわけですね。でそれから次にこれがですね鉄則語、これが公示の場合はですねすごく有効だと。まずこれをやらないと公示の式になった場合ですね、行ってくださいということです。でこの場合はですね最低次数がこれ全部同じですね。 A についても2乗です。2乗で B についても2乗で C も2乗ですからこれは同等になってこの場合はですね。でまあちょっとこれ解いてみますとこれまあ A で、まあ、ちょっとくくりますとこれは B マイナス C ということですね。そうしますと次に A でくくるとここにありますからこれをマイナスでくくりますか。マイナス A でくくりますとここは B の2乗マイナス C の2乗とこうなります。A とこれですね。あと残りはこれとこれですからこれ BC 両方ありますからもう共通因数ありますので BC でくくりますとここに B が1つ残って、こっちに C が1つ残りますからこういうふうになると。そうしますとですね、これは共通因数がありますから B マイナス C が共通因数だ。あと残りが A 次乗マイナス A のですね B 今度はプラスですね。これは公式でありましたから、B マイナス C と B プラス C ですからこうなります。そしてここは BC でこういうふうになりますからよってこれからですね B マイナス C はまあこれで見て、たすき掛けですぐ分かると思いますがここも A マイナス B と A マイナス C と、まあ、こういうふうに分かるということになるんですね。でこれで解くことができるということになります。それから次にですね、これでもまあ今度は4次式とか、まあ、8次式とかこういうもう公示の場合ですね。でしかもこれがポンポンとこう、まあ、これの半分がこうあると3乗はなくて42とこういうふうに、まあ、なっている場合ですね。でこの場合の解き方は2通りありますということです。複二次式の解法は。で一つはですね、まあ、これを見て分かりますように、x2 乗をラージ X と、まあ、ちょっと置いてみましょうかと置くというやり方なんですね。でそうしますとこれは x の2乗プラス 2ax マイナス 3a 次乗とこうなりますからこれは先ほど言いましたようにラージ X のマイナス、これプラス 3a と、ラージ X のマイナス a と、まあ、こういうことでまずこれはすぐにこれが因数分解できます。でそれでまあ、なぜかというと先ほどの乗法公式のたすき掛けで解けるということですね。でそれでこれを戻してありますとここでもう答えが出てくるということになるわけです。まあ、もうここまでしかもうできませんからもうこれが、答えということになるわけですね。でもう一つですね、まあ、これでこのやり方でこれを置いてもできない場合があるんです。でそれがもう一つの平方完成の利用ということになるわけです。でそれはですね、今度は x4 乗プラス a 次乗 x2 乗プラス a4 乗とこうありますけどさっきはここを、まあ、平方完成の形に持ってきましたけどここはミソですよ。違うんです。こことここで、平方完成を作るということになるわけです。つまり x 次乗プラス a の2乗の2乗とこれで4乗と a の4乗が出てくるわけですね。x4 乗と a の4乗が。
そうしますとここの中のやつですね、前2倍のこれとこれをかけたやつ、すなわちそれを引いてやりましょうと、2倍の a 次乗 x 次乗を引きましょうと、こういうことです。そうするとあと残ったのがここにありますから、これを持ってきまして a の2乗 x の2乗ですから、これちょっと整理しますと a の2乗のマイナス a の2乗 x の2乗とこうなります。でこれは先ほども言いましたように、a 次乗マイナス1の形と同じですから、まあ b の2乗でもいいですが、これは a マイナス b と a プラス b と、まあ、こういうことでしたから、これをそういうふうにやりますと a の2乗にマイナス ax とx の2乗プラス a の2乗のマイナスプラス ax、 今度はここはマイナスとプラスと違えればいいわけですか。でこれを整理しますとa 次乗マイナス ax と x 次乗プラス ax プラス a 次乗と、まあ、こういう形になるということですね。まあちょっとこれ反対にしようかよかったですね。マイナス ax プラス a 次乗、まあ、こういう形になる。でもこれ以上できませんから、まあ、これが答えということになります。でまあ以上で、今日の講義を終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。